バットのストーンヘンジは一言で言いますと大陸を守る巨人、大砲業界の夢の続きでもあるわけですよね。現用の可能性というのをもしありましたらちょっとそこに触れていただきたく。そうですね、触れていただきたくない感じもしますけど早速ですが、今日はエースコンバットの核兵器であるストーンヘンジについてお話しさせていただきたいと思います。菅野さん、このストーンヘンジですが一言で言うとどのような兵器ですか？エースコンバットのストーンヘンジは一言で言いますと大陸を守る巨人という設定になっています。ストーンヘンジのゲーム内での設定について教えてください。この施設ですが、もともとは地球に飛来する隕石を迎撃するために作られた巨大なレールガン施設です。隕石をなるべく小さく砕いて、はい、大気圏で燃やしちゃうようにしようというわけですね。そうですね。本来は、はい、平和目的の。そうですね。デザインにおいて影響を受けた兵器というのはございますか？実際の砲塔の形状などはFH70 ですとか、あと M198 などの、榴弾砲、あるいは対空砲、両角を大きく、上げることができるような対空砲というものを参考にしました。重要なところとしてはこの施設そのものが兵器としてではなくて平和利用のためのものであるっていうところから宇宙に関係するものであるということをイメージさせるために、ベースカラーをオウムグレーにしたりですとか、あと施設の大きさについても計8機が円周上に並べられるような形にして巨大な存在感というのが出せるんじゃないかなと思いました。これは岡部先生もご存知だと思うんですけれども、アメリカにある VLA 電波望遠鏡っていうものにイメージをしています。電波望遠鏡をこうたくさん並べて、はい、こう全体で大きなアンテナにしようっていうああいう構想のあれですよね。そうですね。それでこうたくさんこう並んでこう、はい、空を見ているっていうそのイメージがある。そうですね。岡部さん、ストーンヘンジ率直に、見た目の印象っていうのはいかがでしょうか？そうですね、こんなその硬い大きなものを戦闘機でやるのっていうのがまず驚きですよね。破壊できるかどうかがちょっと心配になる、ですね。はい、特にほら大砲ってこう飛行機とか船なんかは一応その形を壊せば墜落したり沈んだりするじゃないですか。はい、ところが大砲ってこう見た目鉄の塊ですよね。そうですね。そう簡単には明らかに壊れなそうじゃないですか。多分ストームシャドウのブローチ弾頭が一発や二発でも壊れないぞぐらいの大きなやつですよね。そうですね。そこら辺がまず恐ろしいですよね。後ほど岡部先生には現用の、もしこのストーンヘンジというものがその現用になったという可能性についてもお伺いしたいんですけれども、一般的な認識では120センチという大口径の方は現実世界ではちょっとありえない。120センチってのはそうですよね。主力戦車の主砲の口径の単純に言いまして10倍という口径ですので、気になるのは弾種は何を使っているかということでして、本来のストーンヘンジの役割としては、鉄鋼弾、鉄鋼榴弾というものの使い分けが、ベストなやり方だと思います。まず大きめの隕石の場合、それらを破砕するためには鉄鋼榴弾、これが最適ですね。榴弾は空中で炸裂することで、もっと小さな隕石をまとめて破壊することが、できるというふうに設定しました。そして、特殊砲弾っていうのが、ストーンヘンジの、最大の特徴だったんですけども、これはより広範囲の破片をまとめて処理できるような大きな爆発と衝撃波を、発生させるような兵器になっています。戦闘機の攻撃を、ストーンヘンジがアウトレンジする場合に、どの程度の光線距離が必要かというふうな。そうですね。具体的な、ストーンヘンジの射程というのは約 1200km っていうふうに、1200km、設定しております。ストーンヘンジは大陸を守る巨人っていうふうにその大きな大陸をほぼフルカバーするような、防衛範囲になっているという設定でした。
あと岡部さん、このストーンヘンジという、ゲーム中においては脅威となる途方もない巨大兵器なんですが、現用の可能性というのをもしありましたら、ちょっとそこに触れていただきたく。そうですね、触れていただきたくない感じもしますけどその現実のね、そういう兵器になるかどうかって、実はちょっと調べて絵にしてみたんですけど、第一次世界大戦の時にドイツが射程130キロのパリ砲っていうのを使ってるんですね。これ地上に固定してて、これあれなんですよ、砲身が垂れ下がらないように支柱をつけてわざわざこう吊るしてるんですね。まさしく橋の橋脚みたいな、吊り橋みたいなデザインになってますね。ドイツの大砲っていうと第二次大戦の時の巨大な列車砲がありましたよね。であれ考えてみると大変なもので、というとあれが行くところまで線路を敷かなきゃならないんですよね。移動するための線路ですね。でしかもあれだけの重さだから、いわゆる路床っていうんですか、線路を支える地盤もしっかりさせなきゃならないし、でそのための鉄道部隊もいるし、大砲の部隊もいるし、大砲の弾を運ぶのに4号戦車を改造した車両を使わなきゃならなかったとか。専用車両まで作ったんですね。弾は届いたんですけど大変な手間ですよね。でその後ね、1960年代にアメリカで HARP ハープ計画っていうのがあった、ハイアルティテュードリサーチプログラム、つまり高高度研究計画っていうんですけど、ロケットよりも手軽に宇宙に物をあげたいなって、じゃあ大砲を使ってみようっていうんで、この口径41センチ16インチっていうから、だからあれですね、長門とかそれからアイオワ級戦艦の大砲と同じくらいの大砲を作って、でこれ実際弾が160キロ、高度160キロまで届いたんですよ。一応160キロっていうと完全にいわゆる大気圏外、普通でいうと宇宙空間ですよね。宇宙空間ですね。だから大砲世界ではこうやってこの宇宙に弾を打ち上げるっていう、そういう目標が実際にあったわけですよ。だからストーンヘンジがこう宇宙を撃つっていうのも、実はこういうこの大砲業界の夢の続きでもあるわけですよね。機動性はほとんど期待できなくて、でしかも人工衛星からすぐ見つかるというのがあって、でしかも射程1000キロ以上のものを撃つのに、固定式の大砲で撃つんだったら移動式のミサイル使うよねっていうのがまさしく痛いところですね。野地さんはですね、エースコンバットシリーズたくさんご経験があるということで、難易度エースで、全ミッション S ランクというのを達成しております。で最も脅威に感じたのは、ターゲットはストーンヘンジ自体ではないものの、そのミッションのマップの外からストーンヘンジが、砲撃を仕掛けてくるという場面がたびたびございまして、この時にはまさにそのストーンヘンジが巨砲の、恐るべき長大な射程距離を持って、プレイヤーの手の届かない部分から、砲撃を仕掛けてきているという、脅威を感じました。直接描かないことで、その存在を高めることができる手法っていうのが当時非常に注目して実践していったことでした。岡部さん、脱作機としてストーンヘンジはどういうふうに捉えられますか？戦争に使うんだったらやっぱりこれはミサイルでしょうね。敵キャラとしての兵器としてのこの巨大な大砲っていう存在感はあるし、さっき野地さんがお話になったようなこのゲームの中でもこう散々ひどい目になって、それでついにこれを倒すっていう、そういうキャラクターとしての存在感という、あれじゃないですか、エースコンバットシリーズの中のボスキャラとしては結構名キャラクターになってるんじゃないですか。そうですね。実際、エースコンバットシリーズの中では代表的な特徴的なボスキャラとして、存在感を示すことができましたし、シリーズ通して、エースコンバットのボスキャラとしては言えばこれであるという評価もいただいております。で、なぜミサイルじゃないのかっていうところについてはもう
岡部先生のご指摘通りなんですけれども、でかい砲塔が大きな火砲を上げてでかい球を飛ばすっていうそのカタルシスの前には、何の言葉もないかなと思っております。そうですよね。はい、ゲームなんだもん。そうですね。はい、そこはエンターテインメント性を優先させていただきました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。次回はエースコンバット5よりアークバードについてお話しさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。